トイボールファクトリーです。今回は HGUC RX77-2 ガンキャノンをテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。 HGUC の標準的な箱のサイズですね。このガンキャノンは2015年6月に発売されたもので、1999年に発売された HG ガンキャノンのリニューアルキットでリバイブ版ということになるかと思います。今回制作するキットにガンキャノンを選んだのは、前回の恥じろ星の制作時に GX メタルレッドを使うと、キャンディー塗装の工程を減らせそうだったので、シンプルで組みやすそう、そして丸みを帯びた赤いモビルスーツと連想してガンキャノンを選んでみました。価格も安く入手性もいいですしね。で、ランナーこれだけ？実質ランナー 5.5 枚分くらいでしょうか。めっちゃ少ない。これは簡単そうですね。では作っていきましょう。プラモデル作りには欠かせないニッパーなんですが、最近切れ味が悪いなぁと感じていました。今のニッパーでマスターグレードも合わせて40体ほど製作したので、そろそろ寿命なのではと考えて新しいニッパーを買ってきました。3ピークスの MK02 模型プロプラスチックニッパーです。今までと使っていたものと同じで手に馴染んだものを使いたいですからね。新品と古いものだとどれぐらい差があるのでしょうか。こちらは古い方のニッパーです。パッと切れてない。さっくり切れてるように見えて結構残ってしまうことがありますね。で、こちらは新しい方のニッパーで、はい、簡単に、はい、気持ちいい。作業効率に直結する部分なので、道具の消耗もちゃんと気にした方がいいですね。こちらはちょっと残念な気持ちが湧き上がってしまいますね。ゲートの2度切りを行っています。ゲートカットが終了しました。パーツ数が少なかったのであっという間です。それでは仮組みを行っていきます。 YouTube に動画をアップするまではマスターグレードばかり作っていて、仮組みはしない派でした。マスターグレードだと仮組みだけでも大変な手間ですし、仮組みをしなくても問題が出ることはほとんどありませんでした。しかし HD だと合わせ目消しや後はめ加工などが必要になることが多く、仮組みを行っていないと後で大変な目に遭うことも多いので、仮組みを行うようになりました。仮組みをしても大変な目に遭ったりもしているんですが、それは置いといて、仮組みをすることで表面処理やゲート処理などを目立つ部分だけをやることにしたり、どうやって塗装しようか、どういうデカールを貼っていこうかなどと考える時間が増えて、またそれも楽しい時間になったように感じます。そうこう言っている間に組み上がってきました。頭が小さく、全体的にアニメより少しスマートな感じがありますね。現代的なフォルムでかっこいいです。顔のバイザーをつけてしまうと後で外すのが難しそうだったのでつけていません。首が真上まで向きますね。足首もかなり設置性が高そうです。それではバラして表面処理を行っていきます。オリジンガンダム。流し込み接着剤で合わせ目を消していきます。今回のガンキャノンはビームライフル、ランドセル、頭部、肩などに合わせ目が出るので処理しました。肘や膝にも合わせ目が出るのですが、後はめ加工が難易度高そうだったので今回も気にしないことにしました。合わせ目部分を調光スクレーパーやマジックヤスリで消した後、埋まってしまった筋彫りをエッチングソーで彫り直しています。エッチングソーで彫り直した筋彫りをさらに筋彫り調光ブレードで深くしています。これでさらにコントラストがつくんじゃないかなと思ってやっています。400番から1000番までヤスリをかけて表面処理の終了です。サーフェイスアイボホワイトを拭いていきます。100円ショップなどで買える小さなスプーンに試し拭きをしています。いきなりパーツに直接塗料を吹きつけてしまうと失敗してしまうことがあるので、このように試し拭きパーツに塗装してエア圧や塗料の突出量を確かめています。大丈夫そうですね。それでは本番いってみましょう。エア圧は 0.1 メガヘクトパスカルだったかな。ちょい強めですね。塗料の突出量もちょい多めで濡れ感が出るように拭いています。この塗装している最中で表面がなし地だと光沢になりにくいのでしっかり拭いていきます。いい感じですね。
サーフェイスアイボブラックを塗装していきます。これは胸部パーツですね。少し入り組んだ形をしているので、こうやって塗りにくいところから塗装していくことで塗装のムラを予防しています。そして全体を塗装していきます。当然先ほどの白パーツと同様にしっかりと塗れたように塗装します。これでだいたいいい感じかな。ちょっと乾いてるところがありますね。これを塗りつぶして終了です。黒サフを吹いたフレームパーツにメタルカラーアイアンを塗装していきます。このメタルカラーアイアンは磨くとツヤが出るという特徴の他に乾くのがすごく早いという性質があります。ちょっとエアブラシで拭いてあげて乾燥させると、もうこの通りすぐに拭き取りができます。はい、ピッカピカ。めっちゃ早いですね。もちろんいろいろな条件が関わると思うので、少しは乾燥させておいた方がいいかなと思います。連続していくつも塗装している間に乾いてしまうと思いますけどね。待っていてもしょうがないので、次をどんどん塗装していきます。いい感じ。関節部にスターブライトシルバーを塗装していきます。フレーム系のパーツをすべてメタルカラーアイアンで塗装してもいいんですが、ちょっと違う色があると変化ができて精密感が増すように感じるので、手間の割にはお得なディティールアップみたいな塗装ですね。スターブライトゴールドを塗装していきます。黄色いパーツはいつものようにスターブライトゴールドにしておきました。定番ですね。頭部パーツを EX ホワイトで塗装していきます。これまでと同様にたっぷり塗料を吹き付けていきます。光沢が出ているのがわかるでしょうか。いい感じですね。 EX ブラックを本体パーツに塗装していきます。サーフェイサーと同様に入り組んだところ、塗りにくい場所から塗装していきます。全体を塗ってテッカテカにこってり塗って光沢が出るのを確認して、これでいいかな、もうちょい。OK。 それでは今回の主役 GX メタルレッドを塗装していきます。前回恥白星を塗装する際にキャンディーカラーの塗装ムラに GX メタルレッドを上から塗装したところ、スターブライトシルバーにクリアレッドを2回重ねたものとほとんど同じ見た目になりました。じゃあ黒下地に GX メタルレッドを塗装すれば、一度の塗装でシルバー、クリアレッド2回の塗装の工程を減らせるのではないかと考えました。もしそうなれば3回の工程が1回にまとめられるということで、結構楽になるなと思って試してみたんですが、なんか全然赤くならないですね。ピンクに近いのかな、これは。これメタルピーチとあんまり変わんない感じがしますね。あれ、いやメタルレッドちゃうやん。あれピンクやんこれ。あれ困った。もしかしてこれ失敗？いやクリアレッドを重ねていきます。ちょっと不穏な空気が流れていますが、クリアレッドを重ねてしまえば似たような感じになるんじゃないかなと思って塗装していきます。これもちょっと塗りにくいところを中心に最初に塗って同じような色になるのかなと。あら、結構いいんじゃないですか。赤くなってきましたよ。これはいい色じゃないですか。これ2回重ねたぐらいの色に近いかなと思いますね。これでクリアレッド2回目を吹き始めました。いいんじゃないですか。おや、これクリアレッド3回重ねたものとほぼ同じ色に見えます。 EX クリアを重ねていきます。これはこの上に貼るデカールを保護するためのクリアですが、これかなりいいですね。スターブライトシルバーの上にクリアレッドを3回重ねたものとほぼ同じような色になっていると思います。塗装工程が1つ省けたということになるんですかね。1工程省けるだけで数時間省略できるので、これは結構いい時間短縮になるんじゃないでしょうか。これはいい色ですね。ちゃんとしてると思います。キャンディーカラーですね。ちゃんとやった。クリアレッドを EX クリアで保護したのでデカールを貼っていきます。
マークセッターでデカールを貼っていきます。水転写デカールを貼るときによくある失敗としてシルバリングというものがあります。これはデカールとパーツの間に空気が入って白浮きしているように見える現象で、これをやってしまうと塗装などでリカバリーはできず、デカールを剥がしてやり直す必要が出てきてしまいます。マークセッターにはデカールの軟化剤と接着剤が入っていて、より強力にデカールを貼り付けシルバリングを防ぐことができます。デカールを保護するために EX クリアを塗装していきます。デカールが溶けてしまわないように最初は薄く、ある程度乾いてから徐々に厚塗りしていきます。全体を濡らすようにまんべんなく塗装していきます。これでだいたいいい感じ、テカテカしてますね。 EX クリアが乾燥したところで光沢の確認を行っています。結構ザラついてますね。凸凹しているところもあります。タミヤの3000番のスポンジヤスリでヤスリをかけていきます。この工程で塗膜のざらつきや波打ちを整えていきます。あまり気にしなければこのまま OK でもいいんですが、気になってしまうたちなので、ここまでやっています。エッジを間違えて削らないようにかなり気をつけながらヤスリをかけています。こうやってヤスリをちょっと裏返して、表面を確認していることがあるんですが、これは、塗膜を削りすぎていないかなと確認しています。削りすぎていた時にはこのクリアレッドの塗料がヤスリについているので、これ以上は削ってはいけないということが分かるんですね。そこまでいったら本当はダメなんで、気をつけながらヤスリをかけています。だいたいいい感じかな。はい、ヤスリをかけた表面を EX クリアで整えていきます。波打ちやざらつきを3000番のスポンジヤスリで整えたので、最終仕上げのクリアコートになります。デカールはすでにクリアコートしているのでたっぷり吹きつけています。一度乾燥を挟んで再びクリアコートをして光沢を出しています。だいたいいい感じですね。テッカテカです。許容範囲内に収まったと思います。塗装が終了したので仕上げを行っていきます。メタルカラーアイアンで塗装したパーツをキムワイプで拭き取っていきます。これまでメタルカラーアイアンの拭き取りはティッシュで行っていたんですが、ティッシュから出るホコリが手袋についてしまってパーツをホコリまみれにしてしまっていたようです。ハンドピースや塗料瓶などの汚れを拭き取るときにはホコリの出ないキムワイプを使っていたんですが、メタルカラーアイアンの拭き取りでも使ってみたところホコリが激減しました。やったね。シタデルカラーで部分塗装を行っていきます。メインカメラ内部をアイアンブレーカーで筆塗りしています。シタデルカラーはメタリックカラーでもムラになりにくくて使い勝手がいいですね。小さいところなどの塗装に使うととても効率がいいです。マスキングは面倒ですもんね。リトリビューターアーマーでバルカン砲を塗装していきます。かなり小さい部分なので気を使って塗っていますが、シタデルカラーは乾燥する前であれば水で拭き取りができるのであまり気にしなくてもいいかなと思います。水を含ませた綿棒ではみ出た部分を拭き取っていきます。超絶技巧で失敗せずに一発で塗装するというのも素晴らしいんですが、そればっかり鍛えても仕方がないので、失敗してもうまくいくまで簡単にやり直せるようにしておいた方が建設的かなと思います。何でもそうですが、うまくいくまでやり直しができれば最終的には必ず成功するんですよね。はい、綺麗に拭き取れました。ホワイトのパーツに墨入れ塗料グレーで墨入れを行います。明るめですね。バルカン砲の周りはブラックで墨入れを行ってコントラストをつけています。いい感じ。メインカメラ内部にシタデルカラーナルンオイルを塗っていきます。これはシェードカラーといって陰影をつけるための塗料ですね。ちょっとべちゃっと真っ黒になっているように見えてますが、ちょっと薄く引き伸ばしていくと筋彫りがしてある部分に黒い塗料が溜まって陰影がついていい感じになるという便利な塗料です。
ちょっと余計なところまで、塗料がいってしまったんですが、水を含ませた筆でなじませてあげることもできます。簡単ですね。ガイアノーツのフィニッシュマスターにエナメル溶剤を含ませてはみ出した墨入れを拭き取っています。綿棒で拭き取りを行ってもいいんですが、綿棒だと奥まった部分まで拭き取ってしまいがちになりやすいので、フィニッシュマスターを使用しています。それでは組み立てていきます。これはバイザーのパーツですね。ゲートアートはヘルメットの中に隠れてしまうので、特に処理の必要はありません。ジムっぽい、イデオンっぽいというか、イケメンですね。今回制作したガンキャノン GX メタルレッドの実験台2と簡単そうなキットを選んでみたんですが、これは大正解でしたね。値段も安く、パーツも少なく、また表面処理などの手間も最小限で済んで、塗装に時間を割くことができました。塗り分けも必要なく、4色しかないシンプルな構成でとても楽ちん。組み立ても簡単で、ガンプラ初心者にもおすすめできるのではないでしょうか。で、お手軽キットなのにこのイケメンプリ。アニメよりイケメンなのは賛否両論だとは思いますが、まあかっこいいから良しとします。めっちゃかっこいいですね。おお、これかなりかっこよくないですか？めちゃくちゃイケメン。キャンディー塗装思ってたより似合いますね。ガーベラテトラと比較してみます。全然遜色ないんじゃないですかね。ガーベラテトラはスターブライトシルバーからクリアレッドを3回重ねるという塗装工程だったんですが、ほとんど違いがないように見えます。これはかなりいいんじゃないでしょうか。1工程減らせるだけでもだいぶ手間が減るので、今後この方法は発展させていきたいですね。あらやだ、超イケメン。ということで HGUC RX77-2 ガンキャノンを1工程減らしたキャンディー塗装で塗装してみました。 GX メタルレッドを使えばキャンディー塗装の工程を減らせるのではないかという発想のもと、今回の制作を行ったんですが、これは大成功と言ってもいいかなと思うほど良い結果が得られたと思います。キャンディー塗装は繊細なクリア塗装を何度も繰り返す必要があり、その度に失敗の危険にさらされているわけですが、これを1工程減らせたというのは結構大きいと思います。今後この方法をいろいろ実験してバリエーションを増やしていきたいと思います。連邦系モビルスーツには珍しい曲面の多いデザインがリバイブ版としてより洗練された今回のガンキャノンのスタイルと相まって、キャンディー塗装がとてもよく映えたと思います。値段も安く、組み立てやすく、塗装しやすい両キットでした。何度作っても良さそうですね。ということで HGUC RX77-2 ガンキャノン1工程減らしたキャンディー塗装での全塗装でした。次回の動画でまたお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。